そしてその中に生きるすべての者たちは皆私の子である。これは釈尊の子供であると。知恵第一の舍利発でさえ、この経、法華経においては真をもっていることができた。はい、皆様こんにちは。法華経の話第48回です。彼岸も終わり、本格的な秋の到来となりました。〇〇の秋と言いますが、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋などたくさんございますね。秋は良い季節だなと思います。私は何の秋かというと、食欲。さて、今日の話に入っていきます。前回は三者家宅の例えを聞いた舍利発の答えと、さらに釈尊が三者家宅の例えをとても詳しく述べる理由についてお話をさせていただきました。三者家宅の例えは、三条を仮に解いて、後に一仏条を解くということを例えています。それが次のようなお経文にあります。舍利発、この因縁をもってまさに知るべし。諸仏は方便力のゆえに、一仏条において分別して三と解きたもうと。舍利発よ、このような理由から次のことを知りなさい。数多くの仏たちは、巧みな教家の手段、方便力を使って、一仏条の教えを立て分けて、それを三と、三条として説かれたんですよと。こう釈尊は仰せなんですね。そして釈尊は三者家宅の例えを下をもって説いていくということになります。で、今日の内容は法華経の意義や釈尊の仏様としての捉え方など、法華経の特徴がよく現れている部分の説明になります。釈尊は三者家宅の例えの下を説いた後、これからご自身の決意を示されていきます。次のように始まっていくんですね。舍利発に告げる。我もまたこの長者と同じである。多くの聖人の中で最も尊く、すべての世間の父である。父であるというわけですね。釈尊は長者のようである。自分は長者のようである。そしてその長者が子供たちの父であったように、私たち一切衆生の父であるんだというわけですね。そして次のように仰せなんですね。あらゆる生き物たちは皆私の子である。深く世の楽に弱して野心あることなし。その子供たち、私たちのことですね。私たちは世の中の楽しいことに強く執着して、正しい知恵を求めようとする心がない。釈尊は、一切衆生は皆自分の子供であるようであると、こう仰せなんですね。ところが、その子供たち、私たちは、世の中の楽しいことに強く執着して、正しい知恵を求めようとする心がないんだというわけです。私たちは目先の楽しさに執着し、惑わされて物事を分別できる正しい知恵を求めようとしないんだと言うんですね。そして、三害に安きことなし、なお固くのごとし、祝は充満して甚だ不意すべしと、こうあるんですね。人々が生死を繰り返す三害は、ひとときも安心できることはない。ちょうど燃えている家にいるようなものであると。多くの苦しみが満ち溢れていて、恐ろしいことは限りないんだと、こう仰せなんですね。釈尊は私たち一切衆生が生死を繰り返している三害はまるで家宅のようであると。三者家宅の家宅ですね。家宅のようであるんだと、こう仰せなんです。ここで三害という言葉が出てきました。仏教にお詳しい方はご存知かと思いますが、この三害は仏教の世界観を示すものの一つでございます。簡単に説明すると、三害は3つの世界で構成されているんですね。下から欲界。欲界は性欲や食欲などの種々の欲望が盛んなところで、ここに六道である地獄餓鬼畜生修羅人伝の世界観があると、境界があるとされるわけです。私は冒頭に食欲なんて言ったもんですから、ここにしっかりといるわけですね。その欲界の上には、色界というのがあります。色界は種々の欲望から離れた物質の世界であるというふうにされるんですね。欲望はないとされますが、
物質に対する執着は残っている世界がこの色界というふうになります。さらにその上に無色界というものがあります。こちらは欲望や物質に対する執着もない世界です。少し詳しく説明すると、ここに四空所というものがあって、その四空所の最高位の場所を非非相所とこう言います。非が多いですね。これは欲界色界のような相はないけれども、全くないわけではない。非相ではない。非相ではあるけど、非相でもないっていうような状態のことを言いまして、この状態のことを皆さんよくご存知の言葉で有頂天とこう称するわけですね。いずれにしてもすごい境地のように思うんですが、仏教ではここは成仏のところとは捉えないで、この三界を離れたところに成仏があるというふうに考える。成仏の境界があると考えるんですね。奥が深いなというふうに思います。で、この釈尊は私たちの住むこの三界はまるで家宅のようであると仰せなんですね。そこでは苦しいことがたくさんあって恐ろしいことは限りないんだと仰せなんです。そして次のように宣言されるんですね。はい、こういったお経文です。今世三界、海税がう、合中修上、失税合死、二今四小他小元難、唯が一人、能意空合と、こうあるんですね。今この三界は、皆これ我がうなり、その中の主情はことごとくこれ我が子なり。しかも今、このところは、もろもろの元難多し、ただ我一人、よく苦語をなす。こういうお経文ですね。意味は、今この三界は、皆仏である私の所有である。これ釈尊ですね。釈尊の所有である。そしてその中に生きるすべての者たちは、皆私の子である。これは釈尊の子供であると。しかも今、この三界には様々な心配事や災難が数が多いと。今、現代は言ってるようですね。ただ、私一人だけがよくこれらの者たちを救い出し、その身を守ることができるんですよと。こういう宣言をされるわけですね。私、釈尊がこの三界の教家の主である。この三界に住む主情はことごとく私の子供である。そしてこの世界は苦しいことが満ち溢れている。だから私だけが主情を導くことができるんであるというわけです。これを日蓮大聖人様は、仏様には三つの特性があって、それが種子心であると。これ種子心の三徳と言ったりしますが、種子心の三徳があると、この仏様の特性として挙げられているんですね。で、このお経文にはそれぞれ、この部分が主、そしてこの部分が親、心ですね。そしてこの部分が死に配当できるというわけです。これを種子心の三徳というわけですね。ここで釈尊はこの私たちが住む世界、このシャバ世界と言ったりしますが、この世界は釈尊私自身が導くのであるよという宣言をされたわけです。では他にたくさんおられる仏様はどうなるのとこう思われるかもしれないですね。皆さん頭に思い浮かぶ仏様の名前があるかと思います。実は仏教では一つの世界に基本的には一仏、一人の仏様であるという前提があるということがあるんですね。なぜかというと、これは世間にも先導を多くしてとこうありますけども、教家の主が一つの世界にたくさんおられては、化道の最終のところは同じでも、化道の流れが微妙に異なることで、主情に迷いが生じてしまうことになるからですね。この仏様はこう言った、この仏様はこう言った。最終的なところは一緒だったとしても、その微妙な違いによって主情に迷いを生じさせることになるからです。釈尊は法華経に至るまでに多くの仏様の存在を説いてこられたわけですね。そうして人々を一仏上に至らせることができた。今法華経を説くとなった。ところが、たくさんの別世界の仏様が示されたままであると、中にはどの仏様を拝めばよいかということがわからなくなる。そういうことが生じてしまうわけですね。そこでこの法華経では、誰が私たち、この主情の
教家の主であるかをはっきりさせる必要があった。はっきりさせてくれたわけですね。これは実法の諸仏の存在を否定しているわけではないんです。私たちが住む世界は釈尊が導いてくれますよということになるということですね。法華経というのは、ここまでに至るまでに説かれた教えの中にあった課題を一つずつ解決していく役割があります。ある意味、法華経は統合の教えだという、そういう意見もあるんですね。平岡聡さんという方が書かれた南無阿弥陀仏と南妙法蓮華経という本にも、そのあたりのことが詳しく書いてくれています。お念仏とお題目の違いが分かりやすく書かれていますので、よろしければ読んでいただければというふうに思います。法華経というのは、諸般の事情によって割と勘違いされやすい教えなんですが、じっくり冷静に読んでみると、なるほどなと思うところに満ち溢れた教えであるというふうに思います。とにかく私たちがなるべく迷わないで済むように、仏様、釈尊は取り計らって教えを説いていってくれる。この法華経というのはそういう役割があるわけですね。釈尊はあくまで我が子のように私たちのことを導いてくれるわけです。ですから、三条の教えを説いて、わざわざ三条の教えを説いて、一仏上に導くという大変煩わしいことまで行ってくれたわけですね。とにかく仏様の知恵をフル稼働して、ありとあらゆる手を使って私たちを導いてくれているわけです。ですから、生半可な知識や知恵では、仏様の意図するところはわからないわけですね。分かったふりをしてはいけないということになります。そのことをこのお経文の後にこんな風に仰せなんですね。この法華経は人知のために説く。先式はこれを聞いて迷惑して下せず。この法華経は奥深い知恵を持つ人のために説くんだ。見識が未熟な者はこれを聞いても心が迷うだけで理解ができないんだというわけですね。そしてそれはすべての証文や円学がいくら理解しようとしても、この経に関してはとてもその力が及ばないものなんだと、こうも示されるんです。証文や円学といった立派な人たちですら、法華経に関しては知識を持って理解するようなことはできないんだというわけですね。そして、こういうふうにお経文が示されます。汝舎利発すら、なおこの経においては、真をもっていることを得たり、言わんや世の証文をやというんですね。そなた知恵第一の舎利発でさえ、この経、法華経においては、真をもっていることができた。ましてや他の証文たちにおいては言うまでもないというわけですね。維心特入です。これまでの動画の中でも何度も説明をしてきました。理解しようとすることは決して悪いことではないんですね。しかし、中途半端な理解で物事を判断するのではなく、信ずることを大事にしなさい。ということを仰せなんです。特に法華経に至っては信が大事ですよということになります。この後には、非己知分というお経文も出てきます。己が知分にあらずと言って、自身の知恵が成仏の物差しになるわけではないよということを説かれているんですね。この真の重要性を説いた後、ここから釈尊は、重視非暴というものを示していきます。法華経を信じる人を14のあり方で誹謗してくる人がいるであろうと。法華経を信じよう、法華経を行じようという人を14のあり方で誹謗してくる人があるだろうと、こう教えてくれるわけですね。それは次回の話とさせていただきます。今日はいくつか大事なお経文がありました。今世三害海税がう、またこの維心特入というのは法華経を読み解く上でとても大事なキーワードになるお経文ですので、よろしければ覚えておいて、何かの時にはそういうことを書いてあったなと、そういうことを釈尊は説いてくれてたなということを思い出していただけたらというふうに思います。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。